あなたは自分の意見をどのようにして主張しますか？あなたが何かを言うなら立っていい。何か重要なことを言うなら座っていい。マルガレット・サッチャー。皆さんこんにちは、こんばんは。今回はイギリス初の女性首相として活躍したマルガレット・サッチャーの言霊を紹介していきます。この言葉には場面に応じた発言の重要性や自分の意見をしっかり伝えることの大切さが込められています。首相としてのリーダーシップを発揮し、困難な決断を下し続けたサッチャーだからこそ語れる深い教えです。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまずマルガレット・サッチャーのルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、ハミルです。サッチャーさんについては以前から興味がありました。ぜひ今日は詳しく知れたらいいなって思っています。それではマルガレット・サッチャーのルーツを見ていこう。今回は彼女の幼少期、教育、そして政治家としての初期の挑戦について話していくね。ハミルさん、サッチャーの人生についてどれくらい知ってる？正直、鉄の女っていうイメージくらいしか。でも、彼女がどんな風に成功したのか、すごく興味があります。いいね。それじゃあ、まず彼女の幼少期から話していこう。サッチャーは1925年、イギリスの小さな町、グランサムで生まれたんだ。彼女の父親は雑貨店を経営していて、町の政治活動にも関わる熱心な人物だったんだよ。お父さんも政治に関わってたんですね。それがサッチャーさんの影響になったのかな。その通りだよ。父親からは厳格な教育を受けて、勤勉さや責任感を学んだんだ。ちなみに、サッチャーが育ったのは労働者階級の家庭で、裕福ではなかったけど、努力の大切さを叩き込まれたんだ。家庭のそれからサッチャーはオックスフォード大学に進学して科学を専攻したんだよ。意外かもしれないけど、最初は科学者としてキャリアをスタートさせたんだ。政治家になる前は科学者だったんですか？知らなかった。そうなんだ。でも大学時代に政治に興味を持つようになって、学生政治にも参加していたんだよ。それが彼女の人生を大きく変えるきっかけになった。学生の時から政治に目覚めてたんですね。どんな風に活動してたんですか？保守的な価値観を大切にしながら、社会問題や経済について自分の意見をしっかり主張していたんだ。まさに後のリーダーの原点がここにあったんだよ。大学を卒業したサッチャーは20代半ばで議会議員選挙に挑戦したんだ。でも最初は何度も落選してしまったんだよ。あんなに成功した人でも最初はうまくいかなかったんですね。そう。でも彼女は諦めなかった。失敗を経験するたびに学び、改善を繰り返していったんだ。そしてやがて議員の座をつかんで、保守党内でどんどん頭角を現していったんだよ。その粘り強さが鉄の女って呼ばれるゆえんなのかもですね。そうだね。どんな状況でも信念を曲げず、自分の意見を主張し続けた。その姿勢は彼女の名言にも通じるよね。さて、次はマルガレット・サッチャーの名言。あなたが何かを言うなら立っていい。何か重要なことを言うなら座っていい。が、どのような背景で生まれたのかを探っていこう。ハミルさん、この言葉、どんな意味だと思う？立って言うときは気軽な意見、座って言うときはもっと真剣な話ってことかな。でも、どうしてそういう考えになったのか気になります。その解釈、いい線いってるよ。実は、この名言は彼女がイギリス首相として直面した数々の困難な状況を象徴しているんだ。サッチャーが首相だった時代、イギリスは経済的にも政治的にも厳しい状況にあったんだ。
特に高い失業率や労働組合との対立が大きな課題だった。そんな状況でリーダーになるなんて大変そう。どうやって乗り越えたんですか？彼女は立って意見を言うことで国民に対して明確で力強いメッセージを伝えたんだ。でも労働組合との交渉などの大事な場面では座って話すことで真剣に向き合い解決策を模索したんだよ。状況に応じて態度を変えるってすごい柔軟性ですね。でも柔軟性だけじゃないよ。サッチャーは常に自分の信念を持ち続けた。例えば経済を立て直すために厳しい緊縮政策を取ったんだ。厳しい政策ってやっぱり反対も多かったんじゃないですか？そうだね。批判もすごく多かったけど、それでも必要だと思うことは絶対に曲げなかったんだ。この姿勢が鉄の女というニックネームにつながったんだよ。信念を持ってやり抜くってかっこいいですね。でもどうしてそんなに強くいられたんでしょう？それは彼女が若い頃から努力が成功につながるという価値観を叩き込まれてきたからだと思うよ。常に目標に向かって努力する姿勢が彼女のリーダーシップを支えていたんだ。サッチャーの名言にはもう一つ重要な意味がある。それは言葉に責任を持つということだよ。言葉に責任？どういうことですか？彼女は軽々しく約束したり場当たり的な発言をすることを嫌っていたんだ。だから本当に大事なことを言うときはしっかり準備をして自分の言葉に責任を持つようにしていたんだよ。なるほど。だから重要なことを言うときは座って話せなんですね。深い意味がありますね。というわけでこの名言が生まれた背景にはサッチャーがリーダーとして直面した困難や自分の信念を貫く姿勢があったんだ。ハミルさん、これを聞いてどんなことを感じた？言葉の重みってすごく大事だなって思いました。私も自分の言葉にもっと責任を持てるようになりたいです。それは素晴らしい感想だね。次はこの名言を私たちがどう日常に活かせるかについて考えていこう。楽しみにしててね。はい。どんなアイデアが出てくるか楽しみです。話を進めやすいようにいくつかのテーマを考えてみたよ。この中で話し合いたいものを選んでね。日常生活でのコミュニケーション、言葉を選び、発言の重みを意識する。目標に向けた行動と準備、自分の信念を持ちながら大事な場面に備える努力をする。リーダーシップと信頼の構築、状況に応じた柔軟な態度で人と向き合い、信頼を築く。リーダーシップと信頼の構築でお願いします。私、リーダーシップを取るのがすごく苦手なんです。人前で自分の意見を言うのも怖いし、みんなに信頼してもらえる自信もなくて、こういうのってどうやったら克服できるんでしょう？ハミルさん、そう感じるのは自然なことだよ。リーダーシップを発揮するのって簡単なことじゃないし、最初から完璧じゃなくていいんだ。でもサッチャーの名言から学べることがあるよ。どんなことですか？私にもできそうなことあるのかな？小さな場面から始めてみるというのはどうかな。サッチャーも最初から大きなことを成し遂げていたわけじゃないよ。彼女がやっていたのは小さな場面でも言葉と行動を一致させること。例えばまずは身近な人との会話で自分の意見を少しずつ伝える練習をしてみるのはどう？身近な人との会話ならちょっと頑張れそうです。でもそれでリーダーシップにつながるんですか？もちろんリーダーシップって信頼を築くところから始まるんだよ。少しずつ自分の意見を丁寧に伝えることで周りの人もこの人の言うことはちゃんと聞いてみようと思ってくれるんだ。それから失敗を恐れない姿勢も大切だ。サッチャーも初めは選挙に何度も落ちて失敗を経験しているんだ。でもその度に彼女は立ち上がって自分の信念を再確認した。リーダーシップを取る時も失敗を恐れない姿勢がすごく大事なんだよ。
失敗するのって怖いし、周りの目も気になっちゃいます。その気持ちすごくよくわかるよ。でもね、サッチャーも信頼は一日にしてならずって考えていたんだ。一度の失敗で信頼を失うわけじゃないし、むしろ努力している姿勢を見せることで周りの評価は上がるんだよ。あと、柔軟性と芯を持つバランスも忘れてはいけないね。サッチャーの名言にもあるように、状況に応じた対応もリーダーシップには欠かせないよ。軽い会話ならリラックスして立って話すように、真剣な場面では座ってじっくり話す姿勢をとることで、周りの人に安心感を与えることができる。状況によって態度を変えるってことですよね。確かに、それなら少しずつ試せそうです。その通り。サッチャーは強い信念を持ちながらも、柔軟に周りと向き合う姿勢で信頼を築いていったんだ。これを真似するだけでも大きな一歩になるよ。なんだか少しずつでもリーダーシップを練習してみようかなって思えてきました。まずは身近な人との会話から始めてみます。いいね。それがリーダーシップの第一歩だよ。小さな成功を積み重ねていけば、きっと自信もついてくる。サッチャーのように言葉と行動で信頼を築いていこう。見てくださった皆さんは今回のお話をどう感じましたか？ぜひコメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日はありがとうございました。皆さん、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたは自分の意見をどのようにして主張しますか？今回の動画ではマルガレット・サッチャーの名言、あなたが何かを言うなら立っている、何か重要なことを言うなら座っているの背景と、そこから学べることを一緒に考えました。この言葉は私たちにコミュニケーションの大切さを教えてくれます。軽い話題なら気軽に、でも本当に大事なことは真剣に伝えることで信頼と理解を築ける。サッチャーのリーダーシップや信念の姿勢は現代を生きる私たちにも多くのヒントを与えてくれますね。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄で名言や感想についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。